Hi guys, JFK ことジオフランシス川又です。今日もリカさんと一緒に、今日は、バイデンの対中政策について話していきたいと思います。リカさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。また登場しました。お付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、リカさん、バイデン政権になると、中国との関係はどうなると思いますか？そうですね。私のイメージなんだけど、トランプさんの時って、あんまり、外交関係、くすぶらなかったんじゃないかなというイメージあって、例えば、じゃないけど、北朝鮮の方と、対談してみたり、キム・ジョンウン、キム・ジョンさんと。だから、トランプの時はそんなに何か乱すようなことはなかったなと思うんだけど、でも、バイデンさんが実際にどんなことしてるのかっていうのが私は分かんなくて、そこも説明してもらってもよきでしょうか。なるほど。で、よく巷でなんか言われているのは、バイデンが大統領になったら中国に対して甘くなるっていうことを言われていて、で、確かに彼の過去の発言、昔の発言とか見てると結構なんか、中国に対してナイーブなことを言っていたのね。ナイーブそう。例えば中国は、とは協力できる。いい関係を築くことができる。で、彼は脅威ではないっていうことを、結構副大統領の時にも言ってて、で、そこを、結構叩かれてたのね。主にそのトランプから。あ、そうなんだ。そう。だけど、僕は、必ずしもバイデンが中国に対して、弱く、出るとは思ってないんですね。なるほど。で、その理由は、例えばバイデンが仮に本当にその穏健派、その中国に対して甘くいきたいってなっても、政治的に無理なんですね。で、その理由が3つあって、まず1つが、共和党民主党問わずアメリカ議会では、中国に対して強くいくっていう、そのコンセンサス、合意があるんですね。なるほど、なるほど。そう。で、アメリカ議会っていうのはすごい力を持っていて、で、どういうことできるかっていうと、まず大統領を、クビにできる。そう。だけど、大統領は、議員たちをクビにできないのね。なるほど。そう。で、あと、法律とかを通せば、大統領の権限を読めることもできる。だから、軍隊を、派遣するってなっても、議会がその軍隊の派遣を、制約する法律を作ったら、軍隊派遣できるようになったり。で、アメリカ大統領戦争に行きたいってなっても、必ず議会の承認なきゃいけないのね。みたいな感じですごい、アメリカ議会は、外交政策に対して、アメリカのね、に強い影響力を及してるから、その議会が対中強硬である以上は、バイデンもそれに逆らえない。なるほど。で、二つ目の理由が、その、バイデン政権を支える、専門家、閣僚たちは、自分たちが間違っていたことに、気づいてたのね。で、バイデンがなんでその甘い発言をしてたかっていうと、それ多分、自分の意見だけじゃなくて、結構専門家の意見とかも、耳に入れての上での発言だったと思うのね。バイデンがね。そうそうそう。で、昔は、今ではその昔バイデンはその中国に対して甘かったって言われるけど、その昔は、共和党民主党問わずみんな中国に対して甘かったのね。共和党民主党問わず。あ、そうなんだ。そうそうそう。で、よく僕もうまく説明できないんだけど、中国とは、中国に対して中国との経済的な関係を強めたら、いずれ中国が、民主、化するんじゃないか。で、冷戦時代に、その中国と協力してソ連と対抗したこともあって、ある程度信頼関係があると、そのエリート層、アメリカンエリート層は、そういった
思いを抱いてたんだけど、うん。まあその、まあ最近、その海洋進出を、進めていて、で、あ、まあ台ね。湾、その、うん。台湾も取りに行くっていうことを、まあ明確にその、言うようになった中国に対して、そのエリート層は懸念をうん。覚えるようになった。なるほど。で、その、まあ、トランプ2016年に勝った理由の一つは、うん。僕はその、まあ、中国にその多くのアメリカの雇用が流れていったことうん。が、結構大きなものだと思ってて。うん。うん。うん。で、その雇用が消えていった地域の多くが、その接戦州と言われる大統領選挙の結果に直接的に関わってくるところだったのね。なるほど。うん。そう。で、まあもし、で、その、そう、だからそういった、うん。まあ、そうなんかアメリカの世論があるから、それに応えないといけないっていう。ああ、でそういった形で、まあエリート層が、まあその、まあ自分たちが誤った政策を取ってたことに気づいて、うん。で、まあこれが修正していくであろうっていう。なるほど。じゃうん。あ、アメリカのエリート層的には、対中政策を強めたいだっけ？そうだ、今、政治的にはもう厳しいから、なる弱くいくことが。で、さらにうん。コロナうんうん。のせいでもう余計、中国に対して甘くいくことは難しくなった。っなるほど、なるほていうこともあるから、ど。うん。そう、まあ経済的安全保障上のうん。脅威に中国がなってること。で、まあコロナで、うん。まあ対中感情が一気に悪化したことも、ああ、え考慮に入れると、もう、ね、エリート層が甘く中国に対していくってことはすごい難しいのかなっていう。そうだね。まあ、以上がその3つのうん。理由かな。たとえバイデンが、うん。あの、まあ、心の中では中国に対して甘くいきたいと思っていても、うん。まあ、難しい理由、それをするのが難しいという。なるほどね。うん。ちなみにさ、需要的には、JFK 的には、うん。バイデンは、今、アメリカのエリート層が言ってるように、対中うん。政策を強めるべきっていうふうに、エリート層は言っていて、でも、バイデンは、甘くいきたいっていう、その本心があるじゃん。うん。本心は、うん、僕は、うん、まあ、甘いとか厳しいとか、あんまりその、明確な意見っうん。ていうのはないと思うのね。なるほど。うん、うん。そうで、バイデンという政治家はすごい世論を気にする人で、ああ、もう過去の投票の、なんだろどのような法案に投票したか、どのようなその主張をしてきたかを見てみると、世論のその動きとすごい合ってるのね。例えば彼が最初に当選した時は、うん、そのベトナム戦争うん、で、国の間でベトナム戦争に対する、そのなんか反対運動が起きていて、で、バイデンはそれに乗っかって当選して、で、また、そのイラク戦争を、うん。に、えーを、あの、まあ、イラクに対して戦争するっていう、その決議を決めた時にもバイデンはそれに賛同してて、で、それはなぜかっていうと、うん。まあ、そのアメリカ国内では、まあ、武力行使に対して積極的なうん。意見がすごい多かった。で、それに、まあ、バイデンを合わせた形になった。っていうことを考えると、今は、うん。もう共和党民主党問わず、もう中国に対して強くいかなければいけないっていう、そういった、まあ、うん。環境、空気になっているから、まあ、バイデンもそれに従うであろう。彼の、まあ、性格上。ああ、なるほどうん、ね。うん、そっかそっか。そああ。じゃあ、今後は、バイデンが政権を取ってる間は、う。うん。アメリカは結局、対中政策を、なんだろう、強めたいけど、世論的にはそんなことはしない方がいいっていう、そういったなんか、ジレンマにはまってんの？いや、ハマってない。あ、国民も政治家たちも両方うん。強くいけっていう、なるほど。そういう空気になってる。ほほほほ。じゃあ、アメリカの対中政策が強まると、うん。あの、今後何が起きるの？なんか、中国とアメリカで。うーん。まあ、最悪まあ、の話。
最悪、まあ最悪って言ったら、まあ武力衝突。ああ、そう。で、台湾うん、で何かが、まあ例えば中国は、その台湾は自分の領土の一部だとみなしていて、うん、うん、うん。で、まあアメリカは台湾と、まあいざ、台湾を攻撃されたら、うん、えーアメリカが守るってこと、そういう取り決めがあるから、うん。もし、まあ中国が、まあ台湾を侵攻しようとしたら、アメリカはそれに対して、えーまあ対応しなきゃいけない。なるほどね。で、まあ最近、うん、まあ中国の、まあ高官、うん、その偉い人たちが、まあ昔より比べて、まあ台湾うん。を取り返すっていうことを結構なんか言う機会が多くなっている。ええ、で、習近平さんは、まあ、今、任期が、うん、まあ、ないのね。だからもう好きなだけ、うん。まあ、権力座にいることができる。それ、で、なんでそういう状況になったかっていうと、一部では、うん、まあ、もともと中国の国家主席の任期は、まあ、6年、もっとか10年ぐらい、うん、ちょっと正確な数字はわからないんだけど、とりあえず、その制約があったの、任期に。うん、うん、だけど、習近平としては、うん。その限られた任期の中では、その台湾を取り返すことは無理だから、もっと時間をくれ。っほう、ていうことで、うん、まあ、その任期を取っ払ったっていうことも言われてることから、結構台湾を奪い返すってことに対して、うん、昔の共産党のリーダーよりかは、うん。真剣な人だと思う。ええ、そう。まあだから、まあ台湾で何か起こるってからすごい高くなってるから、まあもし、まあ何かあるとすると、えまあ台湾をめぐって、まあ米中が武力衝突をするのではないか。で、まあバイデン政権としては、まあ選挙期間中繰り返し言ってるように、同盟国との連携を、まあまた強めて、まあアメリカが信任できるパートナーに戻るっていうことを言っているから、まあもし中国が何らかの行動に出たとしたら、うん。まあ、見捨てることはなかなか難しいよねっていう。そしたら自分の言ってることと、やってることが違うっていう状況になるかなるほどね。バイデン的には中国との親交を深めたいというか、同盟国として扱いたいけど、ら。台湾とね。あ、台湾ね、そっちね。そありがとう。うん。う。ちなみにさ、日本って、米中が対立して、なんか、うん。今後も対立が激化していったら、どんな、被害っていうか、影響がうん。出そまあ、そうだね。最終的にはどっちにつくんだっていう決断が迫られるんじゃないかっていう。う。ああ、そっか。そう、だけど、僕は、うん。どっちにつかない方が、まあ、賢い選択なのかなって思ってて。なるほど。で、例えば、ま例えばアメリカに完全につくっていうことになったら、うん。まあ間違いなく中国との関係悪化して、うん。で、まあ日本の領土を取りに来たり、または制裁を日本に対して中国がかけてくる可能性はすごい高い。ええ、で、逆に、うん。まあ中国に完全に、まあ乗っかります。まあアメリカはいいですっていう形で日本がうん。決断しちゃったうん。ら、まあ日本の領海で何をされても、まあ文句は言えない状況になっちゃう。ああ、なるほでも逆に中立的というど。うか、ん。まあ、曖昧なうん。スタンスを日本が取ることによって、お互いうん。に対して、まあいい顔ができる。うん。うん。うん。で、まあ、アメリカも中国も、まあ日本はまあ、経済力が落ちたとしても、未だに世界第3位の経済大国だから、まあ、中国、アメリカ両方、まあどちらも自分の側に引き入れたい。うん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 。ということだから、うん。まあ、そういう、まあ、そういった現状、そういった認識を中国、アメリカが持っていることを考えると、むやみにどっちかにつくんじゃなくて、まあ、なんだろう、その時の状況を見ながら、うん。まあ、例えば3歩ぐらいアメリカに寄ったり、また5歩ぐらい中国に寄ったりっていう、ほほ。まあ、
そうすれば長期的に見て、うん、まあ国益にかなう外交施設ができるのかなっていう。なるほど。そうで、どっちかに一方的につくっていうことは、まあ単純そうに見えて、なんか、まあ、すがすがしいというか気持ちがいいんだけど、うん、まあ、ね。うん、難しいね。うん。うん。そう。っていうのが僕の、まあ、日本が今後悪化する米中対立の中で取るべき、まあ、指針なのかなって思います。はい。なるほど。みたいな感じですあね、リカさん。りがとうございます。説明。はい。はい。じゃあ、今日は、まあ、こんな感じで終わりましょうか。はい。はい。はい。今日はリカさんありがとうございました。